はい。じゃあ、皆さん、今回は、僕が Steam っていう、いわゆる、筑波大学のところで落合さんから結構、いろいろと、ちょっと待ってくださいね。落合塾以外でもう、半年くらい少し教育を受けていて、消えない。消えない。あ、いいや。これ、ほっときゃ消えます？まあいいや。はい。で、それの受けてて、それを含めて再度デジタルネイチャーを僕なりに、解いてみたので、それのお話をします。もともと落合さん宛てに作ってた時は32ページあって発表が10分間くらいしかなかったんで、ちょっと時間飛ばして、まあ15分かなあったんですけど、だいたい今喋ってる速度の4倍くらいの速度で喋って、で、意味がわからん、誰一人わからないくらい置いてきぼりにして、その結果2人だけで喋ってたっていうやつなんですけど、で、今回は、そういうわけにもいかないので、時間をちょっとたっぷりとって、だから15分だからちょうど4倍の速度で、4分の1の速度で喋っても多分足りる1時間。で、落合さん用に、あと、それ用に作ってたやつを再度、書き換えようと思って書き換えたら、32ページ中20ページが書き換わったっていう、完全に新作なので、はい。じゃあよろしくお願いします。重なり合いの自然ということで、まあ自然とか、落合さんがよく言ってる自律共生、コンビビアリティってやつ。あと、あとは民芸とか、あとは空海。落合さんの、去年のテーマは真言密教だったはずなので、その空海。あとは、ベイトソンの話をしょっちゅう落合さんするので、そのベイトソンの話っていうところを、まあ、学際的横断的に見ていくと、デジタルネイチャーってどういうもんなんだっけなっていうことを考えていこうと。専門的だけにするとちょっと解きづらいんで、それを含めて、やっていこうというところで、考えてきてます。はい、自己紹介します。小外隆之です。43歳です。10歳の息子がいます。ぼーっとしてます、いつも。はい。で、一応僕の背景を説明して、なんか知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うので、僕の背景を説明すると、僕の父親、じゃあなんか一族から説明しますね。はい。僕の父親は医学博士で文学博士で、たまに落合さんが出てるような雑誌の手前で特集を組まれてたりする、なんか謎の、考古学者です。あれ。何でも鑑定団の鑑定士やってたりとか、よくわかんない人です。で、松田優作が同級生で、家の横に住んでて、いつも、乱入されてたっていう、謎の過去を持つ男で、で、そのお父さん、僕のおじいちゃんは、幕末が好きすぎて、高杉晋作が死んだとこの目の前に家を建てたっていう、なんかだいぶ変なやつです。はい、で、母方、これ、今度は今は父方なんですけど、母方は、田辺城の戦いっていう、ですね、あれの時、なんだっけ天下分け目の大戦なんでしたっけ、関ヶ原。はい。関ヶ原の時に、ですね、細川雄斎って千利休の一番弟子みたいな人ですね。細川忠興っていう大名の、お父さんなんですけど、その人が、関ヶ原の時に1万5千人を500人で城で抑えてたっていう、なんかだいぶパンクな戦いがあって、その時に、いた先祖が、僕の母方のおじいちゃんの先祖なんで、めちゃくちゃパンクなことをしてると。で、そういう一族で、そんなこともあったりとかで、渋沢栄一も割と一族の辿っていくと割と近いところにいたりとか、で、まあ、細川なんで、細川家は、あれですね、徳川側なんで、で、徳川と結構縁が深いんですけど、父方は倒幕に縁があるので、だいぶ無茶苦茶な感じで生きてます。で、僕自身は、高校中退して、結構名家だったんですけど、がっつり中退して、で、その後ゲームとかホームページを目指して勉強するんですけど、デバッグっていう作業が嫌すぎて、で、それでデバッグとか全く関係ない、まるで逆のイベントやっていうのになりましたと。ただ、勉強してたものもあったりしたので、Apple とか Adobe っていうのをマーケティング的には担当するまでになって、で、独立起業しようとしたら、東日本大震災が起きて、まあ、1回目 ?2 回目高校中退の後とかだから、まあ、2、3回目のリセットを食らうんですけど、起業しようと思ってた時にお金ができそうだったんで、初めて家を出て暮らし始めたんですが、それが2011年3月12日なんです。はい。
で、東京電力のオール電化マンションに引っ越しました。はい。そんなことをして、で、その後、起業をして、今は9期 ?10 期ぐらいになるのかな、もうそろそろ。いや、なって、まあ仕事が軌道に乗ったんですけど、イベント屋なので、コロナウイルスの影響で、全く仕事がなくなりますが、今おかげさまでなぜかその3倍くらいの売上規模になっているという、破滅と生成を繰り返す波乱万丈型一族として生きております。はい。で、まあこれは、この右側の写真はあんま関係ないですけど、これはね、ちょっと、とある方々と一緒に、吉田松陰神社に行って、ここに、上がって勉強させてもらったことがあります。で、落合さんのことは僕は、高杉晋作として、吉田松陰だと思って、見ておりますので、そんな感じで生きてます。はい。で、今回受けた筑波大学のスチーム講座っていうのは、割と横断的にリベラルアーツとか、そういうところを学んでいこうっていうところで、全21回やって、プラス6回、ディスカッションしながら SF 思考っていうものを学ぶ機会があったので、全20回、7回やりました。だいたい週1やって、1回3時間で1時間半くらい講義を受けて、で、そこで、質疑応答30分して、あとの1時間は落合さんが即興で作ったワークショップを受けるっていうやつです。で、毎回分野違うんですよね。ここちょっとちっちゃくてわかんないんですけど、働く人の心理センターの方がいたかと思えば、睡眠の柳沢先生がいたりとか、宇宙史研究センターとか、毎回これで論文とか、書籍を渡され、勉強してきてねって言うんですけど、勉強する分野が広すぎて、毎週死にそうになりながら、しかしながら抽象化しないと、質疑応答ができないんで、質疑応答をしないと、落合さんがなんか、みたいな顔で見るんで、毎回頑張んなきゃいけ、一応頑張んなきゃいけないんで、毎回頑張って、質問するようにしてました。で、途中からはだんだん、勉強することに慣れていって、抽象化する。最初の方とか、テラヘルツ望遠鏡で宇宙の深淵を見るための方法とかを勉強しても、1ミリもわかんなかったんですけど、だから大体分割すると1000分割くらいしかしないとわかんなくて、それを抽象化してたんですけど、後半になると、それがもう少しできるようになってきたという感じです。ただ、あれですね。医療の開発センターの先生とかだと、さすがにわかんない。ですけど、一応抽象化してきたということで、今回は、そんなことを考えながら、この、デジタルネイチャーを抽象化していきたいと思います。で、僕の仕事なんですけど、僕の仕事は結構、学祭っていうようないわゆるそういう、学術分野じゃないんですけど、僕は結構現実的な現場の人として、大体この辺を統括してるんですね。会社として。で、これの部署は大体会社にあって、例えば運営っていう人間対人間の仕事の時もあれば、演出っていう人間を驚かせるような仕事のこともあったり、制作っていう割とフレームワーク設計したりとか、フレームワークじゃないです。フレームワークをもとに全体の情報を入れてくるものだったりとか、配信っていうまたそれをリアルな現場じゃないところでやったり、それを中継、配信とあんまり変わらないですけど、中継だと双方向になったりするとか、通信のネットワークでどう何を動かしていくっていう、情報的な理論だったりすることだったりとか、マーケティング、これは、要は、市場の人の行動と、それのスコアリングみたいなこと。で、それの音、音も、落合さんみたいに、学術的じゃないですけど、いわゆるこう波をどう響かせる。それを量子化して、どれくらいの、パラメータで聞かせるとか、映像だったり。それを撮影すること。で、撮影っていうのは、割と頭で見たものを、イメージングとして人に伝えていくようなことなので、そういうことだったり、それを全体的に合成して、どう伝えやすくしたりとか、後から編集して、見やすくしたりとか、ウェブっていうところにレンダリングしてみたりとか、他のフィールドにレンダリングしてみたりとか、そういうことをずっと繰り返しているので、割と現場で行くと、あんまりいないタイプのいろいろやってる人です。で、じゃあ皆さん、おさらいですね。はい。デジタルネイチャー。これなんかちゃんと意味わかる方いらっしゃいますはい。一応言いますね。生物が生み出した量子化という英知を計算的テクノロジーによって再構築するで、現像する自然を更新し実装することだ。っていうのが、ありますけど、これは生物が量子化っていうところで単位にして、それを、計算可能にする。で、さらにその、
計算可能にするっていう、いわゆる、連続量、離散量にする。まあ、後から説明するんですけど、いうことをさらに計算することによって、自然を更新し、実装する。まあ、どんどんわからなくなりますね。はい。で、それと同時に、近代的人間存在を脱構築しようやで、計算機と非計算機に不可分な環境を構築して計算的な自然を構築することで、近代を乗り越え、言語と現象、アナログとデジタル、主観と客観、風景と景観の二回対立を収めて、円環的に上映するための思想だというものです。はい。分かったような、分からないような、途中で煙に巻かれたような、感じになると思いますが、まあ、結構ポイントは、量子化っていうものと、計算機による計算によってそれが補完されるっていうこと。あとは近代っていう二項対立っていうものと、それを乗り越えて二項対立ではない状態にしていって、二項対立でない状態が自然なので、それにしていくみたいなことだと思います。また最後に出てきます。はい。じゃあ、ここで、もともとある自然みたいなことがどっかに、書いてない。はい。あると思うんですけど、まあ、もともとある自然ってなんだっけっていう話からちょっとしていきましょう。はい。じゃあ、元来ある自然の状態って何でしょう。はい。デジタルネイチャーなんで、まずアナログとデジタルからいきましょうと。アナログとデジタル、皆さん、日本にいると、かなりの誤解をされます。アナログとデジタルは連続と離散の話ですね。なんで、マッチとメニーの話です。なんで、一人二人って考えられるものの監視がつくとか、要は監視がつかないから量だとか、英語で必ずやるやつですね。だけど、日本人ってそれ混ぜて考えてるんで、英語に行ってからやっと知るみたいな。そういう状態だと思います。で、無限っていうものは計算ができないんですよね。無限は計算ができないんで、いくら突き詰めても、そこが出てこないんで、円周率みたいな話で、計算ができないんで、無限になると数えられますよと。で、数えられないと計算ができないんで、結局、連続っていうものを分割しないと計算が不可能っていうですね。これが量子化ってやつ。で、それを微分って言ったりとか、いろんな言い方すると思うんですけど、要は整数ってしたものも量子化されているもので、わかるように1とか2とか、0とか1とか、1から10とか、まあいろんな単位で、まあ量子化したものを計算するときの進数が変わっているだけ。この辺っていうのはなんか、ちゃんとわかってる人はわかってるんですけど、ちゃんとわかってて、日本人ほぼちゃんとわかってないんで、で、生物も同じように DNA に記載するために離散にしたんですよね。それがデジタルっておじはやさんが言うところで、ここが一番デジタルネイチャーを最初にやるとよくわかんなくなるやつ。4進数、3進数プラス補完かのDNA に記載して、で、世代にわたり計算していると。で、これが、まあ、DNA に記載するのは、後から要は、これもなんか、二つ合わせてやるみたいなことなんですけど、RNA だけだと結局、補完が効かないんで、DNA にして固定されるようなことで計算していると。で、この連続性と離散しないと計算できないんですけど、離散すると、人って集中途切れちゃうんですよ。一回切れちゃうんで、集中が途切れちゃう。で、連続性があると人は集中するんだよね。波の音ずっと聞いてるとか、そういうのいいけど、それでは計算ですとか言われると、もううるせえってなるじゃないですか。感じ要は連続してるものは心地よいが、離散してるものは集中が途切れる。計算可能ってことは集中が途切れるってことですね。で、人の時間の単位っていうのは、僕は意識だと思っています。意識がずっと、続いてれば、ちゃんとそこに立ち向かってられるんですけど、意識が途切れると、単位が変わると思っていて、運転しながら違うものを見ると、必ず意識が途切れるじゃないですか。あれがあると事故っちゃうんですね。で、あれが単位で、なんで、そこら辺の単位を途切れないんです。で、匠とかの場合っていうのは、これを意識しないで体が動く状態まで持っていくと、意識してないので、時間単位が途切れないですね。だから意識せずに写真を撮るとか、意識せずに自転車に乗るとか、意識せずにっていうところまで行くと、意識の単位が途切れないんで、なんかちゃんと入れます。で、この連続と集中をもう少し分かりやすく説明すると、連続っていうのは恋愛の状態みたいなんですね。恋愛してる四六時中相手のことを考えてる。これは連続です。明らかに連続です。で、これが無意識で連続している状態。
で、さらに四六時中考えてるから、考えがまとまっておらず、なぜ好きなのかよくわからないが、好きだと。で、それは要するに連続性が高く、離散的な計算が不能だったんです。計算不能な、恋愛が計算不能なのは連続だからです。多分。知らないです。はい。で、これが計算可能な離散状態になると急に冷めますね。これが、離散ですね。なんで、例えば、ディズニー、君の名はを離散で考えたら終わります。君の名は連続で考えるしかありません。なので音楽がなります。音楽は連続性なので、波なので、ラッドウィンプスが、冷めないようにしてると。しながら、ラッドウィンプスと音楽が切れると、離散してしまう。これ急に冷めると。急に冷めると君の名はもう見れません。だから連続してると見れます。はい。で、この連続性と離散性を成立させる条件っていうのが自然の状態なので、この辺を見てみましょうという話です。はい。で、生きているものや物質は重なり合って存在してます。皆さん二項対立だと思ってるけど、二項は重なり合ってるのが自然の中ではほとんどです。魂と肉体。これちょっと凡な言い方ですけどね。もっと言うと精神と肉体とか霊性とか、お茶屋さんとか、大説は霊性と言いますけど、霊性と、肉体だったりとか、ソフトウェアとハードウェアとか、あとは感覚と論理。これは連続と、理差みたいなもんですけど。で、左脳と右脳によっても違うし、粒と波。これも捉え方というか観測の仕方でもありますけど、粒と波。あと悟り。悟りは重なってるんですよ。釈迦は急に悟るんで。その諦めてる状態と諦めてない状態が共存してるのが悟りで。これが二項対立じゃなくて二項が共存してる状態が自然の基本的な姿だと思っています。はい。で、重ね合わせるとどうなるかっていうと、例えば僕はイベントでいろんな人にスキルを教えることが多いんですね。で、その場でしか使わないスキル。例えば受付とか、誘導とかっていうところも教えるんですけど、教えって大体このマニュアル的な手順だけ教えると、だいぶ変なことするんですよ。めちゃくちゃ寒くないか大丈夫ですか？例えばこれが、こういう意味なんだろうなと思ってるものがお互い全然違っちゃって、全然違うことをすると。で、これを一緒にしなきゃいけないんで、思想を教える必要があります。で、僕らの場合、例えばメタの仕事をしてるときに、ザッカーバーグはなぜメタクエストを作ってるのかって思ったときに、ソーシャルメディアの延長線として解像度の高いというか、もっとコミュニケーションがうまくできるようなものを作りたいとか。で、そういうことをすると、やる気が開花して、割と手順もスムーズに覚えていくんですよね。なんで、これ感覚と手順、いわゆる僕がバイブルとマニュアルって言ってるんですけど、これを、両方一緒にしないといけない。っていうのが、持続性。なんで、両方合わせると持続性があります。片っぽだけだとほぼ持続性がないです。思想だけもそうだし、手順だけもそうですね。で、それ以外に重ね合わせると他に何が起きるかっていうと、飛び越えることがある。何か、いわゆるこれはイノベーションっていうものの基本なんですけど、イノベーションとは異なる2つの基軸を掛け合わせてできる奥行きの含めた情報であるっていうようなものですが、ごめんなさい、これ SF 思考の時の名前が残ってますけど、情報の掛け合わせでジャンプアップを狙う思考とか、ものっていうのが、イノベーションっていうもの。で、これを、このイノベーションが起きて、スキルのと、イノベーションっていう側面もあるし、持続性っていう側面もあって、やる意義とスキルが合わさると、脱炭素の気がする。社会を実現したいから、はい。電気自動車の開発をするとか。これやる意義があると、スキルもそのままやれるんですけど、これやる意義がないと、ほぼ大体やらなくなりますね。で、ここはやる気にさせるビジョンや社会的な意義なパーパスみたいなのが必要で、これは、あれですよ、ビジネスとかにおける割と浅いところだとこういうのが必要になってくる。で、この情報の掛け合わせでジャンプアップを狙うっていうのは、世代間をまたぐときに生殖があるのも多分これなんですよ。情報の掛け合わせを毎回やってジャンプアップを狙っているのがおそらく生物で、その2つのものを掛け合わせていかないと、やっぱり多様性がなくなって、多様性があるとジャンプアップできるけど、そんな話です。だからここの2つを掛け合わせる。で、これをどうしていくかっていうのが、生物としても、結構ずっと何世代にわたってやってることだと思います。はい。
で、人は個ではありません。重なり合わせって言って、一人、個人のことばっか考えますけど、そもそも人は個じゃないと。人は群れですと。まだ100人とか150人くらいいる霊長類の群れというのがそもそも人の定義のはずなので、まあ、例えば感情方面が強い人とか、論理方面に強い人とか、いろんな人がいます。これは重なり、個人の中で重なり合ってるのは間違いないんですけど、こっち側にやっぱ寄ってる人とか、こっち側に寄ってる人とか、まあいっぱいいますよね。で、そういう人たちがいて、これはSF 思考の時にあったんですけど、SF 思考の時にそのバックキャスト型でいろいろ考えようっていう思考があったんですけど、バックキャストっていうのは割と相手を見て、その時の現象が楽しくて、なんかエモエモする感じ、一目惚れみたいなですね。いう感じ。だから、それが得意な人はいいんですけど、積み上げていく型の人、フォアキャスト型にとっては結構大変なんじゃねえかなっていう。もあって、で、バックキャストで、例えばじゃあ、モンキー・リー・ルフィは何をやりたいっていう夢が見えてて、それが海賊王になるからバックキャスト型だと思いきや、漫画家はほぼ100ファーキャスト型って落合さんは言ってて、世界観とキャラクターを作れば勝手に喋っていくから、そこの中で作ってって、くっつけていけばいいんじゃないって。あれは完全にフォアキャストですっていう話もしてました。で、まあ、集団としての人間は両方、掛け合わさってなってるし、集団は敵対的だけど双方的に集団として形成されるので、自立共生社会として持続的なコンビビアリティを持つには何をすればいいだろうかみたいなことを、考える。この辺が自立共生っていうのと持続性を掛け合わせるっていうことなんだろうなと思っています。はい。皆さんが全然ずっとわからない。僕も全然わからなかった。コンビビアリティと民芸についていきましょう。コンビビアリティ、自立共生っていう、まあ、自立共生型、自立共生的みたいな言い方をするものですけど、まあ、これはイリーチが言ってるのは、まあ、他人に従属させるを得ないテクノロジーを使う。例えば、支配的なテクノロジーの中で自分が考えて何かをしていかなくてもいい、要はハッカブルなもの、改造可能な道具。だけどもう、内田さんもよく言ってるけど iPhone は開かないし、もう複雑すぎてわからない。で、これは改造可能ではない。改造可能ではないっていう時に一番の問題は、自分で作る余地がないので、人の成果を待たなきゃいけないのが、これ一番の問題です。なので、新しい iPhone 出るんだぜ、すごいらしいね。それ自分で本当は作ればいいはずなんです。けど、それがないから、待つ姿勢にしかならなくて。で、これが自立共生じゃなくて、待たなきゃいけない。待つしかないっていう、ことを生んでる一つなんだろうなと思っています。で、コミュニティ以外に、これ民芸。これ民芸の話もよく出てきますけど、民芸っていうのはそもそもブランドのように名があるっていう道具、例えば、なんとかのブランド品とか、どこどこの時計とかじゃなくて、職人が独自に地域に即した道具を作っていきながらやっていく。で、これが自立共生かつハッカブル。で、用意相続。まあ、用を離れて美はない。これも重ね合わさってる状態で。けど、よくあるブランド本ってね、用を離れて美ですみたいな。よくあるじゃないですか。で、しまっとくみたいな。しまっとくのかよみたいな。はい、でそういうのじゃない、しっかり即したものを作んなきゃいけないよねっていうのが、柳が言ってるような考え方で、僕のこの AI 柳はだいぶ変なんで、ほっといてほしいですけど。はい。で、まあ、ヨーロッパの、アーツ&クラフト運動みたいなもので、近代の大量生産とか、非常に品質が低かったりするものだけど、大量生産したいっていうものの中で、資本主義として捉えられていたもの、っていうもののアンテーゼっていうのが、まあ、アーツ&クラフト運動みたいなもので、で、これが大量生産から分担作業になって、人が細かく物事を分ける原因になっているんですよね。これが近代の始まりで、近代はこう分けて考えようっていう考え方になったのがおそらくこれで。で、ここをやっぱり、超えていくためには、しっかり民芸だったりとか、自立共生的に物事を考える必要がある。で、民芸はこれだけ言うと、まあそうだよねって思いながら思うんですけど、この民芸結構面白いの。なんか、この前そいつ、あとここにある、火炎型土器を見ながら考えてたんです。火炎型土器。これです。これです。はい。日本古来の縄文からあるような考え方、それそのものを
考えてくのってないんですかねって前塾にもいた牧島くんとここで議論してて。で、縄文のから来てる、宗教みたいなのってないですよねっていう話をしてたんですけど、アニミズムとか、自然とか、自然信仰とか、僕ら縄文から来てるものをなんとなく受け継いでる気がするんだが、大体の場合、ここに書いてあるような、まあ、仏教とか、儒教とか、キリスト教とか、で、祝いをやってる。で、それも大体全部輸入品だと。で、民芸っていうのは、ヨーロッパじゃなくて、日本独自のクラフトっていうのを縄文に見てるんですよね。だから、宗教じゃないんですけど、まあ、主義が関わってくるんで、宗教というより、まあ、日本的な、アーティザン的な、まあ、職人的なことですけど、なんか多分そこに本当の日本があるんじゃないかって考えているのが民芸なんですよね。そんな話結構よく出てて。で、なぜ落合さんが民芸言いながら、飛騨高山とかいう謎にめちゃくちゃ遠いところでずっと何かを作っているかって考えると、あそこには土器の破片がいっぱい出るって言ってました。川の周辺に土器の破片がいっぱい出る。で、それはなんでかって土器は、時期とか、陶磁器と違ってすぐ壊れちゃうからですね。で、そうすると10回に1回くらい、壊れちゃって、10回とか20回に1回、もう一回作んなきゃいけないと。それは非常に職人的ですと。で、その非常に職人的なものを、作っていく。で、かつ、まあ、保存性があるような雪が多いようなところで、で、そこに柳が行って、再度、縄文を見ながら民芸だって言ってね、非常に納得がいくんですよね。だから多分、おそらく民芸が追っているのは、本当に縄文とか古来のアニミズムとか自然なんだろうなっていう。で、そこには主義が入ってくんだろうなっていうところで、この前、急に、僕は、民芸に納得をしました。全く納得できなくなった。っていうところで、まあ、そこをしながら皆さんで自立共生型の社会をやっていこう。例えば、落合さんだったらそこにテクノロジーで、例えば身体に不全がある方に補佐して自立共生型に持っていったりとか、そういうことで、もともとの民芸もそういうことだと思うんですけど。っていうのが、コンビビと民芸ってずっと言ってて、未民芸、コンビビ、未民芸って何が何だか分かんないですけど、そういうことです。多分これ。はい。で、ここから、こういう考え方とかあって、あるんだけど、今度はオブジェクトとかガジェットとか、そういうものについて、ここからは急に真言密教です。はい。密教的な考え方になります。空海の生じ実相儀っていうのがあります。声を発した時点で何かに圧縮されたで言語、すなわち字となりますね。あから始まるらしいですけど。言ったら、まあ、抽象化された何かになると。まあ、コピーライティングみたいな話ですね。喋ったらのものがコピーライティングされ、その字が、存在した時点で、それがリンゴとか、よく言うやつ。イメージングになる。これは実相イコールイメージングになります。なんで、空海が言うには、声が発した時点で、まあ、音楽じゃないですよ。音楽は波で連続なんて計算できないんで。声ですね。声の方が発された時点で、すなわち字となり、字が存在した時点でイメージングが出る。それがある、すなわち承知実相により、声を出た時点でイメージングが出てくるのであると、空海は言います。はい。で、そうすると、オブジェクトって、それがオブジェクトなんですけど、まあ、イメージングと性格みたいなものを両方有して、まあ、字が性格で、イメージングが実相みたいなんですね。で、この未来のオブジェクトを作るのは前の名残です。まあ、マンダラのように世界観を構成していくオブジェクト思考の考え方みたいなのが出てきますよね。で、オブジェクトの中にはサブオブジェクトがあり、ツリー型に階層が形成されていくっていうのが、まあ、オブジェクト思考もそうだし、マンダラってそうなんです。なんかさっきこれ、新幹線の中で書いてたんですけど、オブジェクトが外界と内界を有して、そのオブジェクトの中にサブオブジェクトがあって、その中にサブオブジェクトがあるって作ったらもう完全にマンダラになっちゃって、こういうことなんだと思います。で、これがいくつもの階層になっていって、それを、仏教の、あれ何宗だっけ、あれ華厳じゃなくて、なんかで三千世界とか、そういう言い方をします。それはなんかほとんど言ってることは全部一緒です。はい。仏教の解説いきますこれ。仏教の解説長いですけど。
仏教の解説いるかな。まあじゃあ知らない方のために。知らない方の、知ってる方っているのかな。はい。仏教の解説します。一応仏教は、釈迦の上座部っていうのがあって、その後に大乗仏教っていうので花開いていくんですけど、まあもともと釈迦がブッダだって言われた時に何が起きたかっていうと、釈迦は生きる苦しみである、なんか、病人がいたりとか、どこどこいたら老化して死んだりとか、4つくらい、苦があったんですけど、それがもうなんか認められずに一応自分の中で納得できないから、妻子を捨てて修行に出るっていうだいぶ野蛮なことをするんですけど、で、そこで6年間苦行を行う。苦行を行うと。で、死苦を逃れるために苦行を行うんですよ。で、結局うまくいくのかどうかわからず、四十九日、菩提樹の下で瞑想を行うと、急に、なるほどって思うんですね。だから諦めて、これはこれで、あれはあれ、みたいな。あとなんかが分かれて、諦めてる状態と諦めない状態が、同居することに成功すると。これが悟りだと思うんです。で、だから、まあそうだよねって。しょうがないことはしょうがないよね。諸行が無常だよね。涅槃にも行こう。輪廻すると、なんか計算されちゃうしね。で、世代を超えた、計算の精子の循環はあるけどねって、まあ、移り変わることこそが本質で執着を捨てなきゃいけないよねっていうことに気づいて、それに気づいて、釈迦は、あれだそうです。誰にもこれを話さずに一人ブツブツ言って死んでいこうと思ったらしいですが、そうするとそんな話をしてるところにいろんな人が寄ってきちゃって仏教ってものが最初にできると。で、それでまあ、そんなことで仏教ができます。なんで、悟ることが本質で執着を捨てるためにはいろんなことをしなきゃいけないよっていうのが6年間の苦行と四十九日の中で思ったものを割と体系化してその後のみんなが引き継いでいくと。それが釈迦の仏教であり、未だに上座部って言われているようなもので残っているもの。で、松下王から広がる大乗仏教なんですけど、釈迦が入滅して、多くの人が参加っていう形で仏教でないして、さっき言ったように、阿弥陀ルマっていうダルマなんで、法律みたいなものに作っていきます。で、構造理解をみんなで作っていくんですね。で、例えば100年に1回とか、50年に1回とか、みんなで釈迦はこういうこと言ってたよね、こういうこと言ってたよねってみんなで集まって話すと。で、みんなで集まっていろいろ話すんですけど、まあ100年、200年経つともうよくわかんなくなってくるわけです。で、そこの時の破壊層とか、お前の考え方は違うとか非難されて、お互いに、ちなみにこれ仏教好きな方いたらだいぶ僕のあれですからね、主観が入ってるんで、むちゃくちゃな話をしてますけど、まあそこで争いが起きちゃうと。で、その時、偉大な松下王っていうのがインドのあたりにいまして、でこの人は仏教を捉えて国を作っていくっていう考え方をしてたすごく偉大な王様がいます。で、そこで散々争いが起きてたことを見て、松下王は、まあ、じゃあ釈迦が考えてそうなら OK みたいな、正しいのがよくわかんないし。で、まあ、それの日もあるみたいなんですけど、まあ、こんなこと認めて、で、大乗仏教みたいな考え方が出ますと。で、釈迦の実がブッダっていうのが基本的な考え方。で、それが続いてるのもたくさんあります。けど、釈迦以外にもブッダいいんじゃねえのっていう層もたくさん出てきます。まあ、釈迦が悟りに至るためには一人じゃ無理だから先輩が必要だったんだよないっていう話も、もうなんか、上の釈迦の気持ちを見ると、お前マジかよって思うんですけど、そんなことねえだろうと思うんですけど、そんなことから時空を超える万能如来、阿弥陀如来が生まれたりとか、まあ、病に対して有用なことあるよね、薬師如来がいたら。これも死苦とかなんかほぼ無視してる気がするんですけど、こんなブッダが出て、いろいろなブッダが出て、まあ、さらにバラモンとかヒンドゥーとか近くの宗教といろいろ入って、で、そうすると、まあ、視点とか、明王とか、なんか、宗二神将とか、なんかいろんなやつが出てくる。で、まあ、これをやって花開いていったっていうのが大乗仏教っていう面白い考え方。だからいろんなものが、ラーマヤナみたいなものとか、すごいいろんなものが入ってくると。で、まあ、上座本ありますよねって。で、それ以外にこの仏教の解説、今度、大乗仏教っていうのが、あるんですけど、まあ、インドで生まれて、三蔵法師って、いわゆるサンスクリット語かなのお経を、どんどん訳していくっていう、中国に持って帰って訳していく人がいるんですけど、熊ラジュとか、あれです。皆さんご存知三蔵法師みたいな人です。はい。そういう人たちが、やって、持って帰ってくる。だからインドから毎回、面白い、教えがあって、戻ってきて、で、それの、大乗の結構根っこにあるのが有意識みたいな考え方があって、有意識はまあ、式の中の5個ある。五感みたいなやつですね。
五感みたいなものに、プラス意識、マナ式、荒屋式。これなんかすげえ図がちっちゃい落ちた。はい、を入れた、発式っていうものを人や仏は必ず持ってると。まあ、だからオブジェクトの方の中の有するものをなんかもっと面白くやってるって感じだと思うんですけど。でも意識は皆さんわかるんですよね。マナ式っていうのは、無意識も含めた意識のことをマナ式という。だから悪いことして、これ悪いことしたら悪いことになりそうだな、みたいなのも含めたのとか、なんか昔こんなことしちゃったからな、みたいなやつとかを全てを入れたものを、マナ式というような言い方になります。で、荒屋敷っていうのは、またちょっとジャンル違って、荒屋敷っていうのは、仏教というのは輪廻しますね。輪廻すると、前世があります。で、その前にまた前世があります。前世ずっと遡ると、細胞まで行きますよね、多分。海の中で生まれた単細胞くらいまで行くでしょうね。で、そこまで含めたあなたが持っているすべてのことを荒屋敷と言いますね。なんで、荒屋敷っていうのは、あなたが、細胞なのかわかんない。多分ビッグバンくらいなのかもしれない。もしかしたらもっと前かもしれない。くらいから、面々と引き継いできた、記憶とか体験とかいうものの今の自分のことを、まあ、荒屋敷というか、そういう言い方します。で、ちなみにこれくらいの人が集まったりとか、オンラインで集まったら、例えば僕が言ってることもあなたの荒屋敷に影響があるし、あなたがここにいることも私の荒屋敷に影響があります。で、そうすると、私が悪いことをここでセミナーで言ったとしたら、みんなの荒屋敷に影響し、みんながセミナーに騙され、嘘の仏教を教わり、あなたの荒屋敷と、それが拡散され、悪い荒屋敷のことを、世界中にわけがわからないことが起きるっていうことになるんですけど、逆にいいことしてったら、それはそれで輪廻する。ループするみたいな話ですね。なんで悪いことしちゃいけない。縁起が起きるのは荒屋敷的にみんながお互いに影響を与えてるから縁起みたいなことが大切なわけだと。まあそんなことを言ってんのが八式。ここら辺までよくわかるんですけど、その後になんか仏の世界で持つなんか4つの七とかいうなんか仏だからわかるなんか空前絶後の技とかあるんですけど、まあこの辺はややこしいので、はい、ほっときましょうと。で、そんなことしながら大乗仏教が確立されていって、まあ日本には飛鳥奈良時代に来て、そこから聖徳太子とかが減って、乱と六宗という形で、まあ平城京、いわゆる今の奈良のあたりに伝わってますね。で、立宗、法宗宗、華厳宗の三宗っていうのが現存していて、他はなくなっちゃってるんですけど、まあ、立宗法宗宗は、有意識の思想を、法律の立場から見るか、まあ、あと何かから見るか、なんかそんなやつです。だからそれが法隆寺とかにあって、で、それが、そこからまた発展させて、いろんな世界観を入れたのが、華厳ですね。で、華厳は、皆さんご存知、東大寺にあります。で、この辺から世界観が広がるから、大説あたりは華厳の世界観は素晴らしいと言って、で、そこから時事無下北海っていう、まあ、こととことが結びつく、さっきの、荒屋敷みたいな話が、もう少し世界全体の世界像みたいなものになったようなものですけど、それが時事無下崩壊っていうようなもので、みんなの中で影響し合うよねっていう話を、荒屋敷も含めて影響し合うよねっていうのを、繋がってるわけです。で、これを前のデジタルネイチャーで、時事無下北海によりって言ってたんですけど、最近、落合さん時事無下って言わないことは、時事無下が伝わりづらすぎることに気づいた気がする。時事無下は難しい。はい。で、まあ、こんなことをやりながら大乗仏教のベースに、それで最新の仏教だった密教を、中国側の人が中国で伝授されたものを空海が伝授されましたと。で、それを真言密教っていうマントラを含めたものに完成させていくと。で、それの時にいろんなオブジェクトを作ったりとか、世界観作ったりとか、これは連続でこっちは離散だよねってやったりとか、そんなことで長年集まったのが真言密教と。で、空海が定義するときには、華厳の次に天台があり、天台の次に密教があるというふうに定義するんですけど、まあ、この時点で多分頂点に近いくらいの複雑な考え方であったろうと。で、もう、オブジェクト思考を操ったらおそらく空海以上に転生はなかなか出てこないであろうくらい体系化されているので、素晴らしいですよね。で、余談の話をすると、その天台っていう最澄が持ってきた、まあ、比叡山とかにあるですね。の天台宗っていうものも、途中から密教を入れます。
もともと、最長は天台山っていう、割と、中国入ってからすぐのところで修行するんですけど、本当は密教の、長安の方まで行きたかったんですけど、まあ、いろいろあって行かしてもらえなくて、で、空海が行って帰ってきたから悔しくて、悔しいから弟子と孫弟子が行って、最後、長安の東ぐらいにある、清流寺っていうところがそういうところで伝わってるところなんですけど、そこまで孫弟子が行って帰ってきて、なんか涙を流しながら喜んで死んでいくみたいな、そんな感じのストーリーが、最長にはあるんですけど、その時に、そこからは天台も対密というような形で天台の密教っていうのが入っていって、で、もともと空海が、天皇家とかと関わりが深いですけど、その対密っていう密教側もかなり天皇家と深いつながりになって、日本の文化に面々と残っていくようなことになります。まあ、それも大体密教。ただまあ、それ以降は、大衆仏教というか、どっちかっていうと、いろんな神徒さんを獲得するために、生阿弥陀仏といって、AR を出したりとか、生阿弥陀仏ってずっと続けると20年後か30年後ぐらいに、目の前に AR で阿弥陀仏が出るらしいんで、あれはやばい。まあそんな、こんなで、はい、仏教の話をしました。はい、仏教の話やめます。ベイトソンの話をします。はい。ベイトソンは重なり合いとサイバーネティクスみたいな話をよくしていて、で、ベイトソンが言うには物事は重なって合ってる。二つが必ず重なり合ってると。で、例えば右と左目があるから奥行きが出るとか、左右対称に人間の体なり生物の体はなっていくとか、そういう左右対、まあ、ちょっと時間がなくてこれ作れなかったんですけど、こういうものが出てくる。で、三つ目が重なり合うと、これ二乗じゃなくて三乗になってるんですか？三つ目が重なるともう計算が膨大で無理です。っていうのがベイトソンの言ってること。で、二つ目までは生物でいけたんです。で、三つ目ができない。で、このサイバンティクスっていうのは、これ多分、ミノテ君の方とか、そういう方々の方が全然詳しいと思うんですけど、いわゆる機械と人間の相互関係とか、そういうものを記述していくために作ったようなもので、ノバト・ウィナーとか、ホンノイマンとか、シャノンとか、なんかもう天才オブ天才たちがぐるぐる集まって作って、今のコンピューターの基礎となっている、とんでもない天才たちが集まって作っているものの中に、ベイトソンも途中から参加してたりします。だから、ベイトソンは、人類学者だったり、精神学者だったりとか、いろんな側面があるんですけど、あと遺伝学者とか、もともと。なんだけど、ここに、はい、サイバネクティクスも入ってるんで、だいぶ変な考え方をするので、ベイトソンのことは落合さんは大好きだと思います。はい。じゃあ、今までの前提、はい、前提、何はい、元来ある自然状態の前提を皆さんこれで2個共存状態で考えましたね。はい。考えた気がするんですけど、はい。はい、じゃあ2個じゃなくて3項目があるとどうなるんでしょうと。はい。3項目、計算量がすごい大変です。もう大変で、ベイトソンもできないって言ってました。できないんで、3個目の計算をすっ飛ばすマジカルファンクションっていうのをみんな作ります。世界を作るときに。ファンクションで正しいのかどうかわからない。で、これをよく魔法とか、そういう言い方をしますけど、ファンタジーや SF などとかの多くの物語で3個目の計算を、計算できないんで、ブラックボックスとして作って、マジカルファンクションにして、それを入れて、超常現象でよくわからないが成立しましたみたいなことを大体の世界のファンタジーやら SF は作ります。で、本来計算力が多くてどうにもならないのに、魔法の使えばもういけるって思って作ります。で、代表的な作品のマジカルファンクションっていうのは、まあファンタジーだったらほぼ魔法ですね。ファイナルファンタジーしろ、まあ何人しても魔法です。ハリーポッターだろうなんだろうが、魔法という二つで片付けるっていう、だいぶいい感じでね、魔法をだいぶ計算してそうじゃないですか。これを魔法で終わらせます。ドラゴンボールの場合は気を使います。はい、気を使うと、3次元に物が出てきますね。はい。で、鬼滅の刃は、呼吸と鬼を使います。それでよくわからない世界観を、構築できるようになる。で、呪術廻戦は呪いを使います。はい、呪いを使うと大体何でもできます。はい、SF は空想科学技術を使いますね。これを使うと全てのものが空想科学のもと、解決します。空想科学読本はそれをするとやばいって解説してた本です。はい、なんで、SF で代表的な日本のやつは、ドラえもんですね。はい、ドラえもんは空想科学技術を使ってマジカルファンクションを作ります。で、これが人間がやった場合は、まあ人型の方がいいんで、神を使って神話を使う。で、
真言密教の場合はこれ第二次如来を使います。センターに第二次がいて、それが変化していくと。で、これ落合さんの場合、落合は計算機を使います。で、上と下には大きな違いがあって、上はマジカルファンクションなのに、下は、論理があるところです。で、それを世界のサイ魔術化とか、そういう言い方をして、魔法で、魔術で、そういうサイ魔術化してるっていうのを言ってるのが落合さんなんだと思っています。はい。はい。で、空海はどういうふうにマジカルファンクションを使ってやってるかっていうと、黄金公開曼荼羅はオブジェクトの作り方の話をしてます。さっきの僕の図を見ると、確実に同じことが起きてると思います。オブジェクトはサブオブジェクトを有する。で、これはオブジェクトの作り方の計算の仕方を左側で黄金公開曼荼羅ってやつで、離散で考えてて、真ん中はもうどう見たって群れの話をしてますよね。で、群れはこれ連続性なんで、連続性は大蔵界曼荼羅。この二つまで行って合体させるといいよっていうのは密教ですね。ここまで行きました。二つの二項共存状態。じゃあ、もっと他の宇宙があるんじゃねえのって言って、大日で自在に権限させてさ、いろんなもんにしてさ、立体にしてやってこうぜ、立体曼荼羅だっていうのが空海です。なんで、当時で立体曼荼羅を作った時に、この2個の計算に3項目を加えるので、なかなか空海は天才的だけど、大日が全部になるって言ってもよくわからないしなって、僕らは思います。未だに多分思ってる。はい。呪術廻戦は呪力ファンクションによる世界を作ります。呪力っていう負のエネルギー、また負のエネルギーって持ってくことはだいぶやばいんですけど、そこに術式っていうもともとその人が備わっている、術式で、負の出力順転させると負の出力かな、反転させると正の出力を出せるんですけど、見てない人は全くわかんないと思うんですけど、はい。出せます。で、それでさっきの領域を決めることによって、平面領域の中で相手を中に入れて必中効果を起こすっていうのが領域展開ってやつで、まあ見てない人は何もわかんないと思うんですけど、領域展開っていうのがあります。で、これ少な水しっていうのが一番右のやつなんですけど、これ両面少なっていう、こいつもあそこにいるやつですね。飛騨高山にいるやつですね。こいつくらいになると立体でいけます。磁力が強すぎて、平面を飛び越えて立体になります。これは領域を閉じない領域展開ということで、神業だと、キャンパスを用いずに絵を描くようなものだって言うんですけど、これ、キャンパスを用いずに絵を描くってことは、二次元展開ではなく三次元展開するってことです。これは、3項目かかってますね、完全に。はい。で、3項目がかかると、まあ、お分かりの通り立体になります。XYZ の X と Y の二次元構成にしてたものに Z が入ると、3次元構成になりますね。これはユークリッド空間とかでよく皆さんご存知だと思いますけど、これの計算の話を3項目の時大体します。だけど、これって計算量えげつないんですよ。どう考えたって。だから、この時に、少な水し、両面少なはそれくらい使えるし、空海もそれくらい使えるんだけど、まあ、この2人くらいは使えるけど、あんまあと見たことないですね。はい。3個目が入ると立体になるんです。なんか、はい。はい。で、落合さんの落合の作品は立体です。はい。これは完全に3個目が入ってますよね。これも立体だし、これも立体だし、ね。立体で飛んでたり、これ3個目を計算によって成り立たせます。なんかもう全然この辺と一緒、もう大体一緒。はい。で、はい。で、これもちょっと、これはこの前の、誰だっけ、養老さんのスライドから持ってきたんですけど、落合さんは自然っていうものを、あるないで分けます。質量があるないで分けます。質量がある自然、質量がない自然。まあ、例えば精神と肉体とか、いわゆるそういうもので分けて自然を捉えて。で、さらに計算機でプラスやって3項目をさせて、2項を対立させて物事を分かるのではなく、これ2項対立すると何がいいのかっていうと、1項にするとね、人間やりやすいんですよ。一つのことを信じれるとか、いうことにするとすごい簡単に、理解がいくんですけど、2項目が入ると、なんかどっちかわかんなくなっちゃうんで、すごく嫌になっちゃうんですけど、まあどっちかわかんないようなもんが人間なんで、それなんですけど、3項目を使って、それを円環させて、もっといい世界を作ろうよみたいな話を、そんなこと思ってんのかななんか。もうちょっと動機が純粋というか不純な気がするけど。はい。そんな感じで作ってるのが、その3項が円環してる状態っていうところで二項対立を超えていく。これがいわゆる近代を超えていくようなものですね。
はい。で、だからデジタルネイチャーは三項共存の自然状態を指していて、従来の自然の二項共存プラス計算機で係数的な自然を再構築する。で、領域を閉じない領域展開をオブジェクト思考菩薩でやろうとしてるんです、あの人は。で、この前その話をしてて、領域を閉じない領域展開だと思ってるんですよね、僕はっていう、落合さんに言ったら、まあ自然は領域は閉じないからね、とか言ってるのもよくわかんないことを話してました。はい。はい。はい。じゃあデジタルネイチャー戻りますよ。はい。生物が生み出した量子化という英知。これは連続と離散によって皆さんよくわかりました。で、計算機テクノロジーによって、これは魔法、スピリチュアルじゃなくて、計算機テクノロジーやマジカルファンクション、いわゆる魔法で何とかするのではなく、それじゃなく、計算機という力によって再構築することで、現存する二項共存の自然をプラス更新し、参考にした状態で実装することだ。さっきより全然分かった気がする。はい。で、それで同時に二項対立でしか成し得なかった近代的人間存在っていうのを脱構築した上で、計算機と非計算機に不可分な環境を起こす。これは二項対立もなく、二項共存、三項共存上に、不可分にどっち、まあ、三項共存状態が二項共存状態に行ってももうわからないみたいな状態にし、係数的な自然を再構築することで、近代を乗り越え、言語と現象、アナログとデジタル、主観と客観、風景と景観、主観と客観、風景と景観がやってない気がする。じゃあ次回行きましょう。の二項対立を円環的に超越するための思想だ。はい。ちょっとはわかるようになった気がする。はい。おまけします。はい。ベートさんの中でトートロジーっていうのがあるんですね。トートロジーを同語反復。ごめんなさい。一回ここで終わってます。はい。今回終わってます。で、ベイトソンはトートロジーっていう同語反復。これはなんか分かりやすいのだと、小泉公文です。はい。はい。新次郎さんの三段活用。これはこれで、ステーキを食べるからステーキを食べるんだよ。ってことは、ステーキを食べなければいけないんで、みたいな。これは、実はすごく重要で、A イコール A。A は A だよな、A は A だよな、っていうのが、加わっていくと人間っていうのは不安じゃなくなるんですよね。で、これで、まあ、一個を信じたいものもこれなんですけど、要は一個しかなかったら絶対信じられる。だけど、それは間違ったことでもずっと信じたいのもこれで。要は、A は A で、A は A で、A は A でありたいんです。で、間違ったトートロジーの場合は、A は B なのB なの ?A なのどっちだっけって言って、ベイトさんはこれをダブルバインドって言って発見していて、A か B かはわからない。で、どっちを選んでも不安だし罪悪感を感じる状態に陥ると、うつとかになっちゃうんですよ、どうやっても。これがうつとか詐欺師が使ってくる状態の手段で、正解のないマウントを取るやつもこれを使おうとしてます。完全に使おうとします。だから A なの B なの B なの A なのわからないけど、どっち、君にはわからないと思うんだけどさ、僕が優しくしてあげてるんだけどさ、本当はさ、なんかいっぱいある。数え上げればキリがない。これは、完全にダブルバインドっていう手法を使おうとしてて、で、共同幻想もこれが、よくわかんないことになってます。BTS はよく領域展開されてるんで、外側から見えないですけど、BTS ファンの集いはね、乃木坂48ファンの集いも見えない。で、お互いいいよねって言ってるんですよ。これトートロジーが繋がってると思うんですけど、実は全然繋がってます。好きな人1は、あの子が好きで、私は好きだからアイドルが好きってなって。好きな人2はダンスが好きで好きだからアイドルが好き。その人は歌詞に共感できるから好きでアイドルが好きになってるんですが、誰も会ってないから、これ、お互い好きなこと。で、これがなんか勘違いってやつなんですね。勘違いってやつがこれによって起きます。で、みんな信じてるものが同じだから同じなんだけど、同じじゃないからがっかりするみたいな。で違うんだから違うでしょっていうのがこれ。はい。これがいわゆる勘違いの原因になってると思います。はい。で、さっき言った空海の生じ実相儀。これは、物事が具現化して、さらにイメージングになるっていう、まあ、いわゆる圧縮して、急に物質が浮かぶようなことですけど、それがあるんだったら、なんか実解みたいなやつ。実装したものを解放して、解凍して、で、うまくやんなきゃいけない方法もあって、そうしないと、まあ、それをよく、縮ゼクとか空速ゼシとか言ったりするんですけど、この時にこんがらがっちゃってるんですよ、大体。これがこっちになって、こっちがこっちになった時に、実はなんか違うものが出ちゃってるんで、それを、しなきゃいけない。だから見た目、
要するに抽象化されたイメージングを見たときに人間が思うことってあるじゃないですか。この人変だよねとか。なんだろう、この人なんか全然わかんないなとか。いやー、この人の考えてることがわかんないとか。いうふうに見て、見た目で、判断した内容が異なるとか、これが大きな問題で、先とかもこれです。で、まあ、これはおまけなんで、ちゃんと、最後まで適当なんですけど、これが、これしくじってる。書き出ししくじってる。そうですよね。もう一回、ここだけ書き出し、オチで書き出ししくじってるの。はいはい、これ、はい。見た目と内容の乖離してる例の人です。はい。これがね、これをオチに使おうと思ってたのに。くそ。これは重要だよね。これは重要なのに。はい。じゃあ、もう一回書き出しますよ。はい。はい、これが見た目と内容の乖離している例ですね。はい。はい。Apple の Vision Pro を使っている人がタイムズスクエアの前にいると、もうこの人の見た目からも何も判断できないです。何をやってるかもわからない。外装あるが中で何を考えてるかもわからないし、何を見てるかもわからない。もうこの人完全に乖離してます。で、大体この人も似てます。この見た目で落合勇士に聞くもう何が何だかわからないと。この乖離している例があるので、トートロジーが繋がんないので、みんなが理解できなくて勘違いが起きて、この人の勘違いが、この状態で起きてるっていう、はい、ことなので、まあ、解けないですよね。まあ、大体、だからビジョンプロ被ってそんなに、こんなもんじゃないっていうのは、そんなもんなんです。多分、この方。はい。はい、以上、長くなった?ちょうど1時間。ちょうど1時間喋ったな。はい。はい。はい、喋りました。なんか、質問がある方がいらっしゃったら、いない。はい、じゃあマイクを回してください。マイクで喋ると、そっちにも聞こえるってことですね。はい、服部です。どうも。いや、ありがとうございます。なんか、落合塾にずっといたからか、分かった気はしました。話は。はい。で、ちょっと何個かあるんですけど、一個だけ聞こうかなと思ったのは、夢か。今、夢日記ってちょうど前回のオフ会で話し合ったんですけど、夢は連続なのか、離散なのかってどっちなんだろうなっていうのが、どうなんだろうなっていうのを単純に聞いてみなかったっていうか、ディスカッションでもいいんですけど。ベイトソンが言うのは、夢は自制のない吹き溜まりだってベイトソンじゃない、フロイトか。が言ってるんですよね。夢っていうのは自制がない。要は、時間軸がないんですよね。だから、夢を考えたときに、だいたい、なんか小学校の時の通路とか出てきません?いろいろ、本当時空間めちゃくちゃ、めちゃくちゃですね。あれは多分、自分の中で解決されてない現象が、夢の中で出てくるっていうパターンが結構あると思うんですよ。その自制のない吹き溜まりにあったもので、解決しているものはおそらく夢に出てこないはずなんですよ。解決してないものの方が出てくるはずで、ただ、最近でまだ解決してない、腑に落ちてないものはよく出てくるじゃないですか。で、トラウマはずっと引き続き夢に出てきますからね。だから多分そういうものが夢で、あれは処理されてないもので頭の中にマッピングされてない。頭の中ってその階層ごとに物事をマッピングしないと、気持ち悪くなっちゃうんですけど、そのさっきのトートロジーが、いわゆる頭の中に物事をマッピングされてない状態で、その状態でいると気持ち悪くて頭おかしくなっちゃうんですよ。で、その状態の吹き溜まりがそのまま解決されないまま残ったのがきっと夢な気がします。断片なんじゃないですかね。イメージングの断片?わかんない。落合さんに聞いた方がいいと思います。ありがとうございます。この後ちょっとみんなで話しましょう。はい、みのてです。なんだっけ、連続と離散の話で、離散が計算可能だみたいな話だったんですけど、連続が計算不可能っていうのが、ちょっとまだ、なんでって感じになったんですけど。
1か2か概念にしないとオブジェクトに落ちないからああ、ってだからいう意味ですね。数式に落とさないといけないから、その時点で離そうですね。散だよね、みたいな感じですね。その連続の時に、それはなんか何分の1みたいなことで計算できるかもしれないんですけど、概念に落とさないと計算できなくて、概念イコール量子化だよね。量子化だよねっていう。確かに。なるほど。もう一点が、これ確認なんですけど、なんか、その、なんだっけ。連環になっていくっていうのは、世界とオブジェクトと世界モデルとっていう、なんかフラクタル的な話って理解合ってます？どこでしたっけ？あれかな、マンダラかもしれないです。これそう。なんかその、オブジェクト、世界があって、オブジェクトが中にいて、でオブジェクトが中で世界モデル持ってて、みたいな、そのフラクタル構造化していくから、それが円環だよね、みたいな感じで。そうです。で、その、いわゆるフラクタル構造化のことを三千世界って言ったりとか、ルシャナ仏見るともうフラクタル構造の話しかしてない気が、あいつとか東大寺のやつとか見ると、もう文様がフラクタルな匂いしかしなくて、で、さらにそれがオブジェクトの中で、クラスが変わるとまたなんかフラクタルになってって、みたいなことがずっと繰り返されてるよね、みたいなものが脳のマッピングだよね、みたいな話とかで、で、その時に立体マンダラみたいな話にすると、なんかフラクタルじゃなくて少し構造が変わってくるんですよね。そこの、なんかこれフラクタルにしたらクソ大変そうじゃないですか。はい。だけど、作りたかったんだと思うんですよね。で、それで、だから3次元フラクタルを作れるのが両面スクだ。そうです。ありがとうございます。理解しました。だいぶ難しい話をしてた。野中です。第3項のお話がすごい分かりやすくて、僕の中ですごい、評価したというか、すごい腑に落ちたところがあったんで、めっちゃありがたかったです。ありがとうございます。で、思ってたより大体分かった気がするんですけど、僕自身の理解力が追いついたなっていう感じですけど、最後の方で言ってた、空海の、なんだっけ、所持主義。そう、この、実相自解法もあるのではないかっていうところを、ちょっと、ここだけピンとこなかったので、もう一回お話しいただければと思うんですけど。さっき4時10分くらいにあんじゃねえのって思っただけなんで、全く僕の中で確立されてないやつなんですけど、正直実相違は声に出したらやっぱり物になって抽象化されて、抽象化されるならイメージングになるよねってのは、なんかよくわかる話で。で、けど、抽象化したけど勘違いされたイメージング出てるもの。もしくは、そのイメージを見たときに、回答方法がわからないんで、エンコーダー、デコーダーの話なんですよ、これって。で、デコードするときに、デコーダー側にある要素が入ってないとデコードできないって話なんですね。それを解放って言ってるんですけど、いわゆる回答するときの解放が分かってないと、これ、おじやさんが言うやつでいきますよ。これを見たときに、これは、デコーダーモデルとして、霞が関マンダラデコーダーモデルが入ってないと、要は、あれができないって言います。要は、予算が取れないって言ってて、この構造化をして、霞が関マンダラにするときに、これから解放を、こればっかやってると、こいつのエンコーダー、デコーダーが入ってるのが基本的に霞が関と完了なんですね。で、ここに情報を詰めまくっても、圧縮率高いじゃないですか、どう見たってこれ。圧縮率高くて、これが隙間があると、埋めろって言うんですよ。で、これは圧縮率の話をしてるはずで、で、これを解放するのも、これを見続けてると解放できるから、本当は必要な余白とかなくても解放できちゃうんですね。で、それがエンコーダー、デコーダーモデルでおそらく入っている状態。で、だけど、霞が関マンダラの解放モデルってみんな入ってないじゃないですか。そうっすね。だけど、これは、デコーダーとして入ってると解ける話だから、そっちをちゃんとみんなに解く方の話を教えないと、イメージングからむちゃくちゃな逆算してる人多いよねっていう話です、これは。なるほど。だからつまり、みんな正しいデコーダーを持つことで、誰かがこう、声なりで発したイメージングちゃんと理解できるようにした方がいいよね、みたいな。そうです。それを、これ説明してなかった。それを学際的横断性って言いますね。要は、専門性を持って解放するときに、デコーダーモデルが専門性によっちゃって、全体を専門側から俯瞰するんですよね。だからその専門側から俯瞰しても、じゃあ、例えば、
私的にはみたいなよくのに代表されるように、私の分野ではってなるんですけど、全分野見ないと変なデコーダーモデルになっちゃうはず。だから、ちゃんと考えれる人は学際的というか、全体から俯瞰できる人はすごく学際的で、ベイドソンもそうだし、空海もそうだし、ダヴィンチもそうだし、柳やら、で、落合さんもそうだし、みたいな。なんかそんなことだと思って作って最後に行った時に、最後までいけてなかったですね、多分。なるほど、なるほど。いやー、なかなか困難だな。僕、クオリをすげえ共有したいなって思った時期があって、今のだから、イメージング、だから、イメージングをしたエンコーダーを正確に理解してもらうためにデコーダーを、みんなに実装してもらおうっていうスタンスが今のだと思うんですけど、これは完全に僕のもう妄想話なんですけど、僕はなんとか全然別ルートでクオリアを直接共有できないかなっていうことがなんかないかなと思ったりしてはいますが、でも今の話だと、今のエンコーダー、デコーダーの話はすごい腑に落ちました。ありがとうございます。時事無限と AI の学習モデルでいけちゃうっていう話だと思いますけどね、多分。で、それだから今は、AI に、LLM に何か突っ込むときに結局性格があって、そこに文脈が入ってて、文脈に入力すると文脈から解放してくれるっていうようなものになって、物事っていうのは制限がかかる。それも全部制限なんですけど、物事を iPS 細胞って何にでもなるじゃないですか。逆に言うと制限があるから機能を持つとも言えていて、でそれが白血球にしろ、ああいうものにしろ全部もともとは同じものから派生してるわけで、それで各機能を持つみたいなことで LLM も明らかにもうほとんど同じ作り方をしてるじゃないですか。性格を入れて、で、イメージングするものっていう何かを入力したときに出てくるモデルが完全に無から何かが出てくる。それが無というか、何にでもなる何か。それを落合さんはヌルと言っていて、ヌルヌルはそこから出てくるイメージングモデルが普通の一発の入れ子じゃなくて3発くらいの入れ子になって、かつ計算機は世代間計算がめちゃくちゃできるから、その世代間計算っていうのを何ギガ回っていうのを、落合さん生物の何世代間に大体訳すんですよ。で、そこによって生物が生まれないで、ちょっとこれ入ってなかったんですけど、そこで問題なのが、のみの天井であるっていう話をしてて、のみって普通に何かに入れとくと飛ぶんだけど、一回蓋すると蓋外しても同じとこしか飛ばないと。で、AI モデルはこれだと。今の AI モデルは蓋から飛んでこない。蓋から飛んでこないから何回回して何世代間回しても蓋から飛ばないっていう、ね。なるほど。でここののみの、天井をどう AI のモデルで、突破できるかっていうのが多分キーだと思っていう話はしてたことがあって。だから最近人悪口言ってるんですよ。なんか LM ってそんなこと落合陽一は気持ち悪くていいならないって、あの人はのみの天井を外そうとしてるんで、だいぶ変なことをしてますけど、要はそれが、さっき言ってた、ここにつなげると、これの話なんですよね。ここのジャンプアップの話で、世代間をまたぐ際に静寂があるっていう時のランダム性を出して、そこが遊びとか、夢とか、多分そういうことで違うランダム性を出そうとしてるのが多分落合さんが言ってる、最近オフ会で言ってることなんだろうと思うんですけど、なんかそういうやつです。なるほど。のみの天井外すっていうのはアブダクション推論させようみたいな感じなんですかね。僕がなんかそのアブダクション推論自体がちゃんと分かってないですけど、要は、そうですね。僕はのみの天井を外しによく行くんですよ。誰かが行きたいって言ったところに適当に行ってみようとか、誰かの個展がある、落合さんがドバイで個展あるから、とりあえずドバイ行ってみようとか、アジアカップ見にカタール行くっていうやつがいたら俺も行くって言ってみようと思って、この前は行けなかったんですけど、あとビジョンプロを買いに行くんだから海外に行くとか、何かにカッコつけて自分じゃない何かからやるんですよね。それは呪術廻戦でいくと賢者が言ってた自分の発想ではダメなんだってやつなんですけど。ちなみにすいません。アブダクション推論っていうのは僕も最近言語学の話とかで知ったんですけど、遠域法と機能法っていうのがあるじゃないですか。それの、第三軸みたいな話で、例えば子供が言葉を覚えるときに、わけのわかんないフレーズが周りを飛び交ってるわけですよ。で、これを
まあそもそも単語とか文法とかを理解するのが超無理ゲーじゃねえみたいな話で、どうやってんだそれみたいな時の、で、研究者の、紹介の方から出てきた話で、はい。例えば、要するに子供は、これはこういうルールが実はあるんじゃないかというのをはい勝手に推論して、はいそれで使おうとすると。で、例えば一例で出てたのが、あるちっちゃい子が、ゆず湯っていう言葉を聞いて、次はみかんみに入りたいと言ったと。これわかりますどういうことを言ってるか。つまり、ゆずという果実の、お湯が、まあ、ゆず湯なわけなんですけど、それはゆずの湯なんですけど、分かってる人から聞いたら、彼はそれを、最初に言った果物の最初の一文字を後ろに持ってきたものを、その果物の湯なんだという推論をしたわけですね。で、それでみかんみと言ったんですけど、これがこの手の、要するに全然突拍子もない仮説をちょっと立てることで、仮に立てることで運用して回してみようとするのがアブダクション推論ということで、これを繰り返して子供は言語を覚えてるんじゃないかというような話からちょっと聞いてみました。それがSF 思考ってやつ。ああ、なるほど、なるほど。機能的でも演繹的でもないやつで、これ機能法と演繹法みたいなのを入れてなかったんですけど、それの話も結構本当は入れたくて、推論して、これを分析するって、いわゆる機能法的に、落としていくっていうやつは、いわゆるある程度知識が凝り固まってないとできなかったりもするので、で、そのベイトソンは演繹的にとにかく物事を考える能力にみんな欠けているんだっていう話をしていて、そこは、本来知識を持ったものの掛け合わせの中でやって、で、かつそれを、ちゃんと導けるっていうのが、学際的でないとできないことのはずで、で、子供の場合は、まあ、あれじゃないですか、情報の少ない LLM みたいな話なんで、わけのわかんないものとわけのわかんないものが LLM 的に連想で結びついちゃうっていう話で、それでジャンプアップしてしっかりしたものができるかどうかっていうのを、僕もずっと考えてて、それを SF 思考をやりながら考えてたときに、それでできるかっていうのは、なんかちょっと僕の中ではあんまり腑に落ちてなくて、そっちでジャンプアップするためにはもっと学際的な知識からいかないと、そもそも無理ゲーなんじゃないかっていうのが最近の僕の見解です。なるほど、なるほど。ありがとうございました。ちょっとすいません。じゃあ、他の方どうぞ。はい。チャットが入ってます。生成 AI には学際的横断性はあると思います。はい。学際的横断性はあると思います。ただ、それに対する演劇的なところの変な性格のジャンプアップみたいなところがないんだと思いますね。なんて言うんだろうな。飲みの天井。ある程度自分のところから変なものしか出てこないみたいな感じな気がしますね。はい。やっぱ、なんか、僕持ってるんですけど、生成 AI が出てきたもので、落合さん最近それやって、あいつと対戦してますけど、すげえ、話長くないですか？生成 AI って話長くないですか？話長い。いや、なんか生成 AI で、LLM が言語をやってくるときに、これはこれで、これはこれでってなんか話すんだけど、言い訳がましく話が長いから、話が長いやつはモテねえぞって思いながら、お前話長えなっていつも思ってるんですよ。で、話長いと人の話なんか聞かないじゃないですか。それが連続的に流れてるからなんか思いますね。横断的だけど話が長い人はモテないんだと思いますけど。そんな感じですかね。そんな感じ？まだある？コンビビアリティの下りか。コンビビアリティの下り、コンビビの、そうだ。コンビビアリティ、自律強制型っていうのは、なんていうか、自分が、なんていうんですかね、自己的に何かをできるっていう状態で、社会的な中で自分の役割があるみたいなものが、多分、コンビビアリティというか、生きていくときに重要で、よくなんか、僕全然わかんない感情なんですけど、わかんないことはないが、かわいそうだよねってあるじゃないですか。なんか人に言うやつ。
かわいそうだよね。子供に言うんだったらいいんですけど、かわいそうだよねなんて思われたくねえだろうなって僕いつも思ってて、かわいそうだよねって言うなよって思ってるんですよね。だから人のことを別にかわいそうだよねともあんま思わなくて、逆にこうしたらいいんじゃないは思うけど、かわいそうだよねってその人のことを憐れんだりするのはだいぶ変なもんだと思ってて、だから、かわいそうだよねだと物事解決しないし、同じようにかわいそうだって思われたくないはずなんですよ。普通人って。だから何か、もっと自分から何かをやりたいとか思った時に、iPhone の中開けられない僕らかわいそうですよね。Apple の人からしたらね。自分たちで機能足せないしね。かわいそうだよね。アプリ作れないのかわいそうだよねって思われますけど、それだったら作んなきゃいけないんですよ。で、そこで改造可能な状態じゃなく、社会の役に立つというか、社会の中で自分の役割が群れなんで欲しくて、その時に、なんか目が見えないからとかよく言う話、メガネの話とか、ああいう話の時になんかね、いや、俺だってもっとできるしって、俺だってもっとできるしの方が思いますよね。多分、なんかかわいそう。いや、僕かわいそうなんですよねって言われたらもう二度となんか這い上がれない気がする。もういいんだって思っちゃう気がするな。なんか、はい。コンビビアリティはそういう、なので、落合さんの話でいくと、テクノロジーを用いて、例えば障害がある方でも、そうじゃない事実強制的な話で、そこでみんなが持ち寄った何かによってお祭りをしていて、祝祭性高く生きていくこと、それそのものというものが非常に幸せな行為だから、みんなでそうやってこう感動できる、感動できるなんとかだ、死んでしまえって言ってたけど、この前。はい、なんだけど、まあそういうことがコンビビアリティなんだと思いますね。なんとなく。はい。しかもなんかね、かわいそうって言わないですね、僕。多分なんか、なんで言わないんだろう。まあ、そういうあれなんでしょうね。はい。ああ、そうじゃないですか。多分おっしゃることな感じがします。だから、この前、のぼり先生に言われたんですよ。のぼり先生、つくばの、天才プログラマー、のぼりだゆう先生って、に言われたんですけど、のぼり先生に、サブスクはね、人のために、で、自分のために何にも残らないから、サブスクはダメだよって。サブスクって人の中にだけ知識が溜まって、かつそれが向こうにお金を払ってる状態なだけなんですよ。で、一回僕サブスク王になるって言って、あらゆるサブスク払ってみたんですけど、そうしたら結局残んないんですよね。誰かの何かになっちゃうだけで。だから、それは作んなきゃダメです。サブスクなんてもったいない。作りましょう。ちゃんと作りましょうって言われて、それから、それでなんかコンビビアリティよくわかるようになりました。ジャンプ待って、ファイナルファンタジーの新作待って、なんか新しい、なんかお菓子が出るの待って、そうやって生きるのは、そんなの作ればいいのにねっていうやつですね。そうですね。はい。書こう。はい。コードを書こう。ガリガリ書こうっていうやつです。はい。はい。という感じで、長くなっちゃったんで、超長いな、これ。はい。1時間20分も話しちゃったので、ウィークリー落合並みに長くなってしまったので今回これでちょっと一旦、オンラインの方はやろうと思います。聞いていただいた皆様ありがとうございました。